こんにちは。今回はフリーキャドの練習用に一輪挿しの花瓶を作ってみます。アディティブ、ロフト、加算ロフトという機能を使って立体を作っていきます。加算ロフトは複数の断面図を滑らかにつないで立体を作る機能です。例えば四角形から六角形へ、さらに八角形へというように断面の形を少しずつ変化させながら形状を作ることができます。コップや花瓶、容器のような少しずつ形が変わるモデルを作るときにとても便利な機能です。今回は四角形、六角形、八角形の断面を用意して、それぞれ1段目、2段目、3段目の形とします。この3段の断面図を一気につないで一輪挿しのような形を作ってみましょう。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒にやってみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずは一輪挿しの一番下の断面から作ります。パートデザインワークベンチになっていることを確認しましょう。パラメトリックボディをクリックします。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので、設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。まず1段目の底面を描きます。底面は半径 20mm の正方形とします。では正方形ツールを選びます。原点をクリックしてそこから正方形を描きます。画面上に正方形の半径と角度を入力するエディットボックスが表示されます。半径を 20mm と入力します。角度を90度と入力します。次に内側にも正方形を描きます。こちらは半径 18mm です。この内側の四角形が一輪挿しの内側、つまり空洞になります。今回のモデルは外側と内側の図形を使って壁の厚みを作る構造になります。原点をクリックして半径を 18mm と入力、角度を90度と入力します。これで外側が 20mm、内側が 18mm なので壁の厚みは 2mm となります。それではスケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。モデルツリーで今作ったスケッチが選択されていることを確認してください。さてここでプロパティを見てみましょう。アタッチメントサポートという項目を見てください。原点と XY プレインという単語が表示されています。スケッチを作成するときに XY 平面を選択しました。つまり原点の0地点から XY 方向に広がる平面上にスケッチすることを意味しています。ではもうちょっと上の方にスケッチしたい場合はどうしたらよいでしょうか。そのスケッチの位置を調整するのがアタッチメントオフセットという項目です。この項目で原点0地点の XY 平面からどれくらいずれた位置でスケッチを行いたいかを設定することができます。例えばアタッチメントオフセットの1項目に G という欄があります。値を変更してみましょう。値を変えると 3D ビュー上のスケッチが上下にスライドするのがわかります。このようにスケッチ位置を0の地点から移動したいときにアタッチメントオフセットで位置調整します。今回は1段目ということで G 位置は0にしますが、この後2段目、3段目を作るときにこの項目を変更します。次に少し上の位置に2段目の断面を作ります。半径 30mm の正六角形とします。スケッチアイコンをクリックしてください。1段目と同様に XY 平面を選択します。前回スケッチした1段目の正方形が表示されています。これはフリーキャドの使用で過去のスケッチが全部表示されてしまいます。正直ちょっと見づらいのですが、今回はそのまま進めます。では六角形ツールを選びます。原点をクリックしてそこから六角形を描きます。
画面上に六角形の半径と角度を入力するエディットボックスが表示されます。半径を 30mm と入力します。角度を90度と入力します。次に内側の六角形を描きます。原点をクリックして半径を 28mm と入力、角度を90度と入力します。描き終わったらスケッチを閉じます。今回作成した六角形のスケッチはモデルツリーのスケッチ001です。スケッチ001のプロパティで G 座標を設定します。アタッチメントオフセットの G を 20mm に設定してください。これで2段目の外側と内側の断面ができました。続いてさらに上の位置に3段目の断面を作ります。半径 15mm の正八角形とします。スケッチアイコンをクリックしてください。 XY 平面を選択します。では八角形ツールを選びます。原点をクリックしてそこから八角形を描きます。画面上に八角形の半径と角度を入力するエディットボックスが表示されます。半径を 15mm と入力します。角度を0度と入力します。念のための補足ですが、正八角形なので角度は0度でも90度でも向きは変わりませんのでこのまま進めます。次に内側の八角形を描きます。原点をクリックして半径を 13mm と入力、角度を0度と入力します。描き終わったらスケッチを閉じます。今回作成した八角形のスケッチはモデルツリーのスケッチ002です。スケッチ002のプロパティで G 座標を設定します。アタッチメントオフセットの G を 100mm に設定してください。これで3段目の外側と内側の断面ができました。ここからいよいよ加算ロフトツールを使って立体を作ります。まずモデルツリーを確認してください。スケッチ001、スケッチ002の1段目から3段目のスケッチが並んでいます。ここで重要なのはスケッチを順番に選択することです。コントロールキーを押しながら1段目のスケッチ、2段目のスケッチ、3段目のスケッチをクリックします。もし順番を間違えると形がねじれたり思った形にならないことがあります。初心者が加算ロフトでつまずく原因の多くがこの選択順です。では3つのスケッチを選択した状態で加算ロフトアイコンをクリックします。プレビューを見ると断面が滑らかにつながって立体が作られているのがわかります。設定項目の中に染色面というチェックがあります。これは断面同士を直線でつなぐ設定です。チェックを入れると面がシンプルな形になります。今回はこのチェックをオンにしたいと思います。曲面だった部分がまっすぐな面に切り替わりました。では OK をクリックします。これで一輪挿しの形ができました。最後に底面を作っておきます。今の状態だと底が空いたままになっています。ではスケッチアイコンをクリックしてください。 XY 平面を選択します。形状が重なって見づらいので断面ビューの切り替えアイコンをクリックして断面表示モードにします。1段目をスケッチした時と同じように正方形を描きます。原点をクリックして半径 20mm と入力、角度を90度と入力します。ではスケッチを閉じましょう。パッドアイコンをクリックします。長さを 2mm とします。これで一輪挿しの底の厚みが 2mm になります。これで一輪挿しの完成です。加算ロフト機能で四角形、六角形、八角形の異なる形状が一気にきれいにつながって一つの立体形状となりました。加算ロフトの特徴は断面をつないで形を作るため断面の位置やサイズを変えることで自由な形状を設計できます。例えば四角形、六角形、円形、小さい円形から大きい円形、星形から円形、このような異なる形状を滑らかにつなぐことができます。これは通常のパッドや回転では作れない形状です。円柱のような単純な形だけでなくボトルや花瓶のような少しずつ形が変わるモデルを作ることができます。ここで加算ロフトでよく起きる問題を紹介します。加算ロフトはスケッチの角の位置や向きを見ながら形をつないでいきます。
今回は中心を揃えて描いたので大丈夫ですが、図形がバラバラな方向を向いていると形状がねじれて失敗することがあります。加算ロフトを使う際は最初のうちはスケッチの中心を揃えること、同じ向きに揃えることを意識して設計してください。これで失敗しにくくなります。もしロフトがうまくいかない場合はいくつか確認ポイントがあります。まず1つ目はスケッチの順番です。ロフトは選択した順番に断面をつないでいきます。例えば四角形、六角形、八角形の順番ではなく四角形、八角形、六角形の順番にすると途中の形状の変化が変わります。つまり加算ロフトはスケッチの順番が形状の流れになるという特徴があります。順番を間違えると形がねじれたり意図しない形になることがあります。もう一度下から順番にスケッチを選択しているか確認してみてください。2つ目はスケッチが閉じているかどうかです。加算ロフトは閉じた断面図を前提にしています。線が途中で切れていたり隙間があるとうまく立体が作れない場合があります。スケッチの外周が途切れずにつながっているか確認してみてください。うまくいかない場合はまずスケッチを見直すのが一番の近道です。今回はフリーCADの加算ロフトという機能を使って複数の断面図から立体を作る方法を解説しました。加算ロフトは断面をつないで形を作るとても強力な機能です。今回の例のように四角形、六角形、八角形と断面を変化させることで様々な形を作ることができます。断面の形や高さを変えるだけで全く違う雰囲気のモデルになります。ぜひ円や星形などいろいろな形でも試してみてください。今回は染色面を使ってカクカクした花瓶を作りましたが、背景に映っているように染色面のチェックを外すと滑らかな曲面の花瓶も作ることができます。さらに形状に模様をつけたり膨らませたり自分だけのデザインにアレンジしてみるのも楽しいと思います。もし染色面を外してエラーが出てしまった時は図形の角を少し減らしたり断面の高さを変えたりしてみてください。計算がスムーズになってエラーが出にくくなります。今回のフリーCAD超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。